ヘルポット始動。ごきげんよう。四国メタンです。オービタルスラスターを起動。早速ヘルダイバー2やっていくわよ。今回もパート1と同じように機動精密、起動の動機完了。レールガン、レベラー、補給パック、エキスパート離脱、手持ち装備もセンサー、アルティメイタム、アークです。なんで同じ装備の動画なのだ？パート1の動画の候補の一つだったからよ。時系列で言うと1や2の前のお話ね。つまりあんまり洗練されてない動画ってこと？ざっくり言うとそうなってしまうわね。なんでその動画を上げてるのだ？サイバースタンの動画がニコニコにほとんど上がってないじゃない。それとこの動画に何か関係あるのだ？サイバースタン行けないと禁断症状出ちゃう人いるでしょ。確かに急に難易度下がったら虚無になっちゃう人いそうなのだ。まあ私もその一人なんだけどね。それと今回は戦闘多めなので退屈しない動画になってるわよ。それステルス装備でどうなのだ？前々回この装備の有用性をあまり紹介できなかったので見せつけていくわよ。ただアークのキルカウントがバグで増えないのでちょっと爽快感に欠けるわよ。アークってバグあったんすね。目を離してる時にマルチキルカウントされないので結構不便なのよ。もともと跳ねる仕様のせいでも駆使したい武器だもんね。2人で話してると動画の状況がどんどん進んじゃってるね。特に解説しなくても問題ないのだ。今回はイーグルストームもあるしメタンが戦う必要はあんまないのだ。それはそれでどうなのかしら。ホラ動画の内容に触れるとハルクに弾当たってないのだ。レールガンで 100% を求めてはいけないわ。当たらない時は臨機応変に V 破壊からの総ダメージを狙うか置きエイムを使うのよ。 NPC に置きエイムって何なのだ？ハルクは V 破壊されると元に戻ろうとする行動で弱点の位置が確定するのよ。つまり V 破壊した時を見てねみたいなことしてるってこと？簡単に言うとそうなるわね。なので動き出してから弱点が上下に揺れるような状況の場合は V を狙った方が早く仕留めることができる場合があるってことよ。弱点を打つか V を打つか毎回判断するのめんどいのだ。判断なんてしなくていいわよ。パトロール来るか来ないかの間なら弱点狙って外したら V 狙えばいいだけの。敵に絡まれる前ならどっちでもいいってことか。メタン炎をかすっただけでリアクションでかすぎなのだ。私がリアクションしてるんじゃなくてハルクの必殺技のカットイン演出みたいなものよ。目つぶし効果でレールガンの天敵なのだ。てかハルク多くね。ここはハルク増量惑星だった気がするわ。全然敵が気がついてねえのだ。これがパート1でステルスとレールガンの相性がいいと言っていたことよ。グレランで倒すのもいいけど弱点当てるのも気持ちがいいのだ。相手にバレてない時は簡単に倒せるのでハルク増量中の惑星だとめっちゃ楽しいわよ。静かして着替えるのにバルブ回してるとか立ち回りひでえのだ。この頃はまだサイバースタンの理解度が進んでなくて頭パンクしながらやってたのよ。それでこんな雑な立ち回りなのか。そしてミッション終わった音楽が鳴ったので自分のミッションが終わったと勘違いしています。確かに実装当時はこんな難易度にぶち込まれて頭処理しきれないのだ。
個人的には途中で下方修正が入って簡単になったんじゃないかと思ってます。うろ覚えだけど効果艇の数が3で固定された気がするのだ。実際サイバースタンに行けなくなって検証できなくなったけど真偽は不明です。なんでこんなところで増援降ってくるのだ。もしかしたら探知塔に引っかかったのかもしれないわね。次のメインミッションに行けなくなったけどまだ脱出地点掃除してないからそっち行くわよ。この頃はまだ入り口で増援呼んでなかったんすね。それもあるけどガンシップファブリゲーターを見つけちゃったからそっち優先したのよ。あれが暴れ出すと増援なくなっちゃうからね。確かに初期はガンシップ対策してる人あんまりいなくて、ジャマーと重なったら部屋崩壊してるところも少なくなかったのだ。じゃあこっからはアークの性能を見せていくわよ。横駆け抜けて自傷しないのだ。アークは電撃が縦に貫通しないので多分5匹ターゲットがいたら自傷しないわよ。戦闘を避けるのにお手軽に投げていけるのがいいわね。つまり跳ねる前の一発目はコントロールできるってこと。アークだけでパトロールがほぼ全滅してるのだ。総火力はでエスカレーター5発分の火力よ。めっちゃ強いのだ。では増援の CT 待ちして突撃しましょう。うろうろしすぎなのだ。どっちから入るか迷ったのよね。結局右じゃなくて上から行くんだ。俺が最後だ。ここでお願いアークを投入。593だから普通に投げれるのいいのだ。ハルクが後ろを向いているので足を壊しておきエイムしていきます。わかりやすいようにここからはスローと画面に線を引きエイムが終わったら線がスコープの緑の枠に重なるようにしています。ここで線が重なったので照準を合わせ終わりましたがハルクの弱点を捉えていません。時間を進めていきます。照準は動いていませんがハルクの弱点を捉えました。メタンはコンマ数秒先の未来が見えてるのだ。 V を破壊したらどこに弱点が来るか知ってるだけよ。相手の未来を決定してるみたいでかっこいいのだ。知らなければいとも簡単に当ててるようだけどネタバラシすると大したことじゃないのよ。レールガンって思ってるより簡単な武器なんじゃ。楽しいからみんな使おう。はっ、騙されないぞ。じゃあ戻ってメイン進めていくわよ。パトロールぞろぞろなのだ。どっちも敵がいて入れない。どうせ入れないから味方と合流する前に増援呼んでもらうわよ。もうパトロールはアーク投げてるだけなのだ。2個投げとけば壊滅するからね。パート1で好評だった探知塔破壊なのだ。これはネタバラシすると一番上向いて投げたら約13メートル前後で落下するのよ。軌道精密の爆風が13メートルあるので距離26メートルほどで破壊できます。やってることは大したことないのだ。でも知識として知ってるかどうかが大切なのだ。レールガンの置きエイムもそうよ。めっちゃレールガンをしてくるのだ。右にハルク
クいるのに突っ込んじゃダメなのだ。アルティメイタムも入ってないしガバガバなのだ。チーム力で解決していくわよ。離脱地点で敵の増援待ってたやつがいるセリフじゃねえのだ。ヘルボム爆発するのでアーク投げて撤退。今回はアーク本当に便利に使ってるのだ。ステルスは戦闘しないに越したことはないのだけれど、ステルスだから戦闘できないは困るからね。アークは投げた後他のことできるのが便利なのよ。砲塔が使いにくいサイバースタンではまさに簡易砲塔の役目も担ってるわ。ずっとこれ投げてるね。ヘルボム触るのにアークが処理してくれるの偉い。マークレイはガバガバだけどね。私のコマンド入力力に端末が追いついていないだけだ。あ、はい。ここ最終ミッション近くなのに増援出てるけどやべえんじゃない。増援を頼む。まあなんとかなるでしょう。何せこっちにはイーブルストームあるしね。だからメタンそんな余裕なのか。つまり私はガバプレイし放題なのよ。味方にいたらめっちゃ困るやつだろ。サイバーは死んだりしない。やべえのだ。もっと強力な武器を頼む。レベラーで解決していくわよ。南海イーブルストーム先輩が私の活躍を奪っていくわ。アルティメイタムが無駄になったのだ。装備がある。振り向きはエルボアラブって当たらないのだ。まあこのくらいは問題ないわね。こいつ遮蔽物から出てこねえのだ。そろそろメタンの処理能力が限界になってそうなのだ。本当にガバプレイするやつがあるか。謝ったからセーフよ。そういやサイバースタンから誤射しても名前でなくなったのだ。誤射を申告してて偉いのだ。レールガンがなくてぶっ放そうか迷ったけど、物量考えると温存しとかないとね。レベラーマークされてさっさと倒せって言われてるのだ。そいつじゃなくてメタンの左にいるやつなのだ。爆風がカス当たりして倒せてないのだ。もう弾がない。最後の弾だ。ボックスエンジン速すぎて弾当たらないわよ。一瞬で遠くまで行ったね。あれバクが乗ってあの速度なのか手前であれなのかよくわからないのだ。わちゃわちゃしてきて何から優先していいかわからなくなってきたわ。食らいやがれ。装填機動攻撃を。追加のボックスエンジンなのだ。パネルの位置にいたらミッション終わらないから行くわよ。支援武器を要請する。レベラー溶岩に落としてるのだ。さすがメタンなのだ。とにかくヘイトだけでも取りに行くわよ。あ
あれどうやって倒すのだ？イーグル姉貴が来るまで祈る。綺麗作戦なのだ。さすがイーグルストーム先輩なのだ。まだボックスエンジンいるので帰るわよ。こいつら何匹出てくるのだ？武器がないのでお祈りアーク。機動精密は使わないのだ。この頃はまだ機動精密はファブ用と割り切ってて、どれくらいで CT 回せるとか考えてなかったのよね。俺が最後だ。メタンは普段使わないものを実戦投入してたの？そうよ。なので探知塔に上向いて投げるとか考えもしなかったわ。メタンは戦いの中で成長しているのだ。これが最後の歩きメイタム。なんとか倒せたのだ。機動本当に攻撃をファブ頼む。で投げてる。随分と余裕がなかったのがわかるのだ。戦線からだいぶ離れてしまったので戻るわよ。メタンあんまり戦わないのに今回めっちゃ戦ってるね。メインミッションの時はさすがに戦うわよ。あと逃げてもうまみがない時もね。ここで増援は鬼畜なのだ。メタンもうだいぶ疲れたんじゃない？かなりしんどかったのを覚えてるわ。まだ戦わないといけないのかと。編集してるのに21分も動画になってるしね。でもこの後にメタンがアークを本採用するのがよくわかる動画なのだ。防火艇の敵をものすごい速度で壊滅させてるのだ。成果物もっと強力な武器を頼む。レベラー跳ねすぎでしょ。もう爆破のカウント始まってたんすね。音が聞こえなかったのと右上を見てる余裕がなかったから、増援殲滅しないといけないのかと思ったわよ。メタン疲労困憊でボロボロなのだ。では脱出地点に帰るわよ。さっき軌道精密投げてたハブなのだ。車線見えて振り返ったけど敵見つけられなかったのね。柵の向こう側まで意識してなかったわよ。もう集中力も残ってないのだ。そこから投げるとまた奥のビルに阻まれて壊せないのだ。もうそこまで頭回ってないんだろうな。なんで壊れないのよ。俺が最後だ。離脱地点で増援は地獄の始まりなのだ。1、2、3、4、5、6なのだ。バカじゃねえのか。ガバガバ効果艇ひどいのだ。機動レーザー助かる。この程度はどうったことない。
思ってたよりなんとかなってる。ここでブレの切り替えミスってセンサー打ってるの可愛いのだ。支援武器を要請する。離脱地点をマークする。死闘だった。お疲れ様なのだ。それではご視聴ありがとうございました。